初めてこのレモンティーに出会ったのはもう25年以上前の話です。家をイタリアにね購入する時だったんですけれども、こう家を買う時にサインをしたりするんですよね。でその時にその買う本人と売るもう本当に大家族でやってきて、でそこにやはり私の弁護士が必要だったので、私もその法律的なこと全く分かりませんし、でその保証人のような形で弁護士さんがいて、でその弁護士さんがこうやって飲んでいったんですね。で家を見に行く時に、車に乗ってあるバールに立ち寄ったんです。でそこのバールで私はエスプレッソを頼んで、で彼もエスプレッソだと頭から持ってたんですけれども、なぜかレモンティーって言ったんですね。でへえと思って見てたんですけれども、そうしたら大きなカップが出てきて、レモン半分にバンと切ったのが出てきて、そこにお砂糖を入れてスプーンでガンガンこう押し始めたんです。でそこに熱い紅茶を注いで飲んでいたので、わこれはすっごく美味しそうだと思って家に帰ってすぐやったんですね。なぜ彼がそこでそうしたのか、そうやってそこのバールが出してきたのかわからないんですけれど、私がレモンティーをイタリアでこのやり方見たのは後にも先にもこの時限りです。それ以来ずっとこの飲み方でレモンティーを飲んでいます。レモンの季節は、グリーンのレモンが秋の終わりというか冬の初めに出てきますよね。ですからそこがスタートです。それから、4月5月ぐらいまでこの黄色い本当に果汁たっぷりのレモンが出回ります。
レモンのスパゲッティ、パスタですね、の出会いはイタリアに行く前からだったんですね。でイタリアに住むようになるということで、少し語学を勉強しようかと思って東京で、語学学校に行きました。でそこで知り合った先生というか、ちょうど私の担任の教師、イタリア語教師が、勉強とは言いつつもうほとんど雑談の世界なんですけれども、でそこで、レモンのパスタというものがあるけど知ってるかって言って、知らないって言ったら教えてくれたんですよ。でそのパスタはその先生の家のパスタらしいんですね。でそれで耳から聞いて家で作ってやってみたっていうのが始まりです。そのバター系とレモンですよね。バター系っていうと割と北です。でレモンは南ですよね。でソレントとかね、ナポリとかで、ちょうどその間にローマがあるんですね。でローマから来た先生だったんですよ。だからこれは私の中ではローマのパスタというふうに思っています。そこで学んだイタリア語が、はい、その後生きたという。いえ、そこでっていうか、日本で学んだイタリア語は全く何の役にも立たず、その先生は、一生懸命教えてはくださったものの、日本語が少し喋れるので日本語喋りたがるのね。だから全くイタリア語は私の耳には入ってこないという、断片的に入ってきて文章として成り立たないみたいな、そんなところはありました。やはりイタリア語は現地に行ってもう浴びるほどイタリア語だけの世界にいると、もう嫌でも分かるようになります。なので語学っていうのはちょっと1週間のうちに1時間2時間やったところで身になるもんじゃないなっていうことは身に染みて分かりました。私に残ったのはレモンのパスタだけです。